皆さんこんにちは、アンクルシェフです。本日はメカジキの照り焼きを作っていきたいと思います。メカジキは比較的安くて年中手に入る食材です。今回はメカジキで作りますけども、サーモンでもいいですし、鶏肉でもいいです。他の野菜でも大丈夫です。今回作る照り焼きのタレを覚えていただけたら他のもので代用できると思います。それでは作っていきましょう。それでは2人前の材料です。メカジキが 170g、 玉ねぎ 150g、 エリンギ 80g、 舞茸 60g、 ブロッコリーが 20g、 レモンが1/4分の1、お好みでブロッコリースプラウトを少々です。まずはレモン1/4分の1をくし形に切りましょう。種を外しとくと後々かけるときに便利です。エリンギは石突きを外して縦半分に切ります。太いところに少し切れ目を入れとくと食べやすくなります。ブロッコリーは食べやすい大きさにカットしてください。舞茸も軸を外して食べやすい大きさにしてください。玉ねぎはだいたい1センチぐらいのスライスにしてください。残った玉ねぎは何かに使いましょう。メカジキの両面に軽く塩をしてください。それでは照り焼きのタレを合わせていきましょう。水が 150cc、 料理酒も 150cc、 みりんは 100cc、 濃い口醤油が 50cc です。中火で鍋に火をかけたら先ほどの照り焼きのタレを一度沸かします。日本酒とみりんのアルコール分を飛ばしたいだけなので煮詰める必要はありません。アクが出てきたらすくってください。そうですね、だいたい3分ぐらいでアルコールは飛ぶので火を止めて別の場所に置いといてください。小麦粉を適量バットに移します。フライパンを弱火にかけます。温まりましたらそこに油大さじ3杯、メカジキに小麦粉をまんべんなくまぶしてください。玉ねぎも同様に小麦粉をまぶしてください。様子を見ながら弱火でゆっくり焼いてください。玉ねぎはこれぐらい色ついたら一度ひっくり返します。メカジキもひっくり返しましょう。壊れやすいので気をつけてください。2、3回ひっくり返して様子を見てください。はい、このような綺麗なきつね色になれば大丈夫です。そしたら玉ねぎとメカジキは一旦バットの方に移しましょう。フライパンは洗わなくていいのでキノコ類を焼いていきます。ここで全て火を通さなくても大丈夫です。綺麗な色がつけば大丈夫です。後々照り焼きのタレで火が入りますのでご安心ください。そうしたら空いている隙間にメカジキと玉ねぎを戻して合わせた照り焼きのタレ 200cc をフライパンに入れます。
火は弱火で大丈夫です。ゆっくり煮詰める感じで照りをつけていってください。周りから焦げていくので、時々フライパンを回したりしながら、お玉を使ってこんな感じですね。いい感じに照り焼きっぽくなってきたら完成です。汁がなくなる前に火は止めましょう。それではお皿に盛っていきましょう。まずは玉ねぎを下に引いて、その上にメカジキを盛ります。手前にキノコとブロッコリーを盛りましょう。メカジキと玉ねぎに小麦粉を打ったおかげでとろみのついたこのタレをかけましょう。これぐらいの濃度になれば最高です。美味しそうでしょう。手前にくし切りしたレモンと上にはブロッコリースプラウトを盛ったら完成です。こんな感じで夜のメインディッシュの一品にちょうどいいと思います。メカジキの照り焼きには白ワインかなと思ってシャルドネを合わせます。いただきます。お好みでレモンを絞ってください。メカジキはホロホロと柔らかく、お子様にもお酒のつまみにも十分合います。玉ねぎも小麦粉をつけてゆっくり焼いているので甘みがあってジューシーですごく美味しいです。もうワインが止まりません。それでは本日もご視聴ありがとうございました。これからもプロのちょっとしたコツなどを交えながら料理を作っていきます。次回もご視聴お願いいたします。